こんにちは、翔平です。今日の日本株式会社物語は、中外製薬です。研究室で生まれた仮説が、臨床試験小さ、供給体制を通り、患者さんへ届くまでの道をたどります。医薬品の物語は希望の物語です。でも、結果を約束する物語ではありません。研究、試験、審査、安全性確認を一つずつ進め、それでも不確実性が残る。だから慎重に見る必要があります。中外製薬は日本を拠点にしながら世界的な製薬グループとの関係を持つ会社です。国内市場だけで完結する会社ではなく、日本の医療制度とグローバル研究開発の間に立っています。大きな転機は2002年です。中外はロシュと戦略的提携を結び、ロシュグループの一員となりました。ここから世界の研究網とつながる形になります。ただし、一般的な吸収合併とは違います。中外は社名を保ち、上場を維持し、自主独立経営を掲げています。グループの力と独立性をどう両立するかが入り口です。この提携により、中外はロシュ製品を日本で扱う機会を得ます。同時に、中外で生まれた薬の候補を世界へ届ける道も広がります。片道ではなく、国内と海外を行き来する仕組みです。中外の重要領域の一つがオンコロジーです。がん領域では薬の選択肢、診断、投与方法が変化し続けています。製品名だけでなく強みの領域を見ます。もう一つの柱がスペシャリティ領域です。希少疾患、免疫、眼科など専門性の高い領域で治療選択肢の拡大を目指します。深い専門性が価値になる世界です。薬の研究は発見から発売まで長い道のりです。良い仮説があっても臨床試験と規制当局の審査を通らなければ患者さんには届きません。研究の時間と事業の時間が重なります。だからこの物語では開発中の薬が必ず承認されるとは言いません。可能性、私利性、審査、準備という言葉で慎重に見ます。医薬品を扱う会では期待と断定を分けることが大切です。腸内は抗体医薬などの技術で知られます。体体の仕組みを深く理解し、分子の形を設計する研究が競争力になります。薬は工場だけで作るものではなく、知識の積み上げから生まれます。自社で生まれた薬の候補が外部パートナーを通じて世界へ広がることもあります。研究力と提携網がつながる瞬間です。日本で生まれた種が広い市場で試される道を持つことが特徴です。ここで翔平の小さな帳簿を開きます。製薬会社は研究の物語であると同時に、収益と投資のバランスの物語でもあります。利益を残しながら次の研究へ資金を戻せるかを見ます。2025年12月期のコア売上収益は1兆2579億円でした。前年より増え、過去最高のコア業績と説明されています。研究開発型の会社でも、まず事業規模を確認します。同じ期のコア営業利益は6232億円でした。コア営業利益率は 49.5% です。収益性の高さは目を引きますが、その背景に製品構成、提携、ロイヤルティがあります。コア純利益は4510億円でした。中外は9年連続でコア純利益が増えたと説明しています。ただし、連続増益という言葉だけで未来を決めず、何が利益を押し上げたのかを分けます。売上は国内だけではありません。国内販売、海外向け販売、ロイヤルティや利益分配などが組み合わさっています。中外を見るときは、日本の薬価制度と世界市場へのつながりを同時に見る必要があります。2025年の研究開発費は2801億円でした。薬を届けるためには、利益の一部を次の研究へ戻す必要があります。研究開発費は単なる費用ではなく、未来への仕込みでもあります。2026年のコア売上収益見通しは1兆3450億円。コア営業利益は6700億円です。第1区間では、コア売上収益3217億円。コア営業利益1633億円でした。決算資料には多くの製品名が出ます。ただし、ここでは医療判断に踏み込みません。企業を見るための材料として扱います。日本の製薬会社を見る上で、
薬価改定は避けられません。良い薬を出しても価格制度が収益に影響します。特許の期限やバイオシミラージェネリックの浸透も重要です。製薬会社の売り上げは時間とともに入れ替わります。強い薬を持つことと、その強さがいつまで続くかは別の問題です。医薬品は規制産業です。安全性、有効性、品質、供給体制、どれか一つでも軽く見ることはできません。企業努力だけでは動かないルールの中で研究と事業を進めます。パイプラインは未来の地図です。ただし地図は目的地を保証しません。進捗、試験結果、審査の状況を冷静に見る必要があります。期待は大切ですが、確定した売上とは違います。ロシとの関係は日本市場での製品展開にも関わります。海外で生まれた薬を日本の患者さんへ届ける道になります。ここでは販売力だけでなく、承認供給、医療現場への浸透も関わります。反対に、中外で生まれた技術や候補が世界へ向かうこともあります。日本発の研究を広い市場につなげる仕組みです。町内の数字で目立つのは収益性の高さです。提携モデル、製品構成、ロイヤルティが組み合わさり、厚い利益を生んでいます。ここは魅力であると同時に、内訳を読むべき場所です。収益性が高いほど、その持続性も問われます。主力品のライフサイクル、競合、薬価、研究成果が将来を左右します。高い利益率は強さですが、変化に敏感な部分でもあります。製薬会社の中心には患者さんがいます。数字は大切ですが、その数字は医療現場で使われる薬につながっています。投資家が見る鍵は、ロシとの関係、研究開発の成果、薬価特許、競合規制、そして主力品の入れ替わりです。どれか一つだけで判断せず、時間軸を分けて見ることが必要です。一つ目のリスクは、研究の不確実性です。良い初期データがあっても、後の試験で同じ結果になるとは限りません。製薬会社の期待は試験段階ごとに重みが変わります。二つ目は制度です。薬価や承認、安全性に関するルールは企業努力だけでは動かせない部分があります。社会に必要な薬をどう届け、費用をどう支えるかという大きな問いの中にあります。三つ目は依存です。提携は強みですが、相手先や主力製品への依存度が高いほど変化の影響も大きくなります。強い組み合わせほど関係の変化を丁寧に見る必要があります。今日の鍵一つ目。中外製薬は研究力とロシとの提携を組み合わせる製薬会社です。独立性を残しながら世界の研究網とつながる形が特徴です。二つ目。オンコロジーとスペシャリティを中心に国内と世界を結ぶビジネスモデルを持っています。国内で届ける力と世界へ広げる力を合わせてみます。三つ目。製薬会社を見るときは夢だけでなく不確実性、制度、特許の時間軸も一緒に見る必要があります。中外製薬の物語は一社だけで完結しません。研究室、提携先、規制当局、医療現場がつながって薬への道ができます。見えにくい連携そのものがこの会社の事業モデルです。そこに時間と信頼が積み重なります。次に中外製薬を見るときは新薬の名前だけでなく、その薬がどの提携と研究の道から来たのかを見てください。数字を見るときも、売上利益、研究開発費、薬価、特許を別々の時計として眺めます。日本企業の物語はまだ続きます。数字の裏側にはいつも人と社会を支える仕組みがあります。次は、土生堂の老舗から世界製薬へ進んだ武田薬品工業へ渡ります。上杉翔平でした。次の章でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本株式会社物語もお楽しみください。